じゃあちょっと定数の話をしましょう。定数の話で多分終わるかなと思います。結構5の定数っていうのは、面白い、特徴を持っています。定数、値の変わらないものですね。コンパイル時から値が変わらないもので、リテラルで記述されることがあります。リテラルっていうのはその値そのものを書き下したようなものになっていて、100っていう値だと100と書いてある。1.5 だったら 1.5 って書いてある。複数数の1プラス 4i だと1プラス 4i って書いてある感じですね。文字リテラルについても方言とか、ルーンリテラルも、1文字そのまま書いた感じになってます。で、あと新日リテラルの書いてあるとトゥルーフォルスみたいな感じですね。こういうのが定数と言われるものですね。コンパイルされてその後に値が変わらないものです。で、これそれぞれのこのリテラルで表しているようなものにこう名前を付けましょうみたいなことができますと。ちょっとその前にあれですね、2進数、8進数、16進数の表記についてちょっと、書いてますね。軽く説明すると、数字に関しては、10進数だけじゃなくて2進数、8進数、16進数かけますと。で、数字の前にですね、プリフィックスつけてください。0b とか 0o とか 0x とかですね。で、8進数にと2進数と8進数の 0o に関しては Go1.13 前回のバージョンで導入された基本になりますと。あとは、不動小数点数に関してもですね、16進も、こうやって P を使って表すことができますと。あとは、数値リテラル書く際にですね、こうなんか桁がよく分かんなくなるなっていう場合もあると思います。例えば5000兆円を書きたいときに、5000兆円丸い01個は何個あったっけみたいな時にこうやって区切れると楽ですよね。なので Go は1.13でこのアンダースコアで、桁区切りをできるようになりましたと。実際これ区切ったからといって何か変わるかって何も変わらないです。人間が見やすくなるとそれだけしか理由ないですと。はい。あと定数式。定数式っていうのは定数のみからなる演算式になりますと。これはコンパイル時に、自動で計算されます。100プラス200って書くとこれはもう勝手にコンパイラーが300として扱ってくれます。なんでかっていうと、定数の計算って、コンパイル時にも決定されちゃうので、実行時に計算する意味がないんですよね。無駄なので、もうコンパイル時にバシッと決まって、計算されちゃいますと。演算、指則演算とかシフト演算とか文字列の結合とか、あと論理演算とか関係演算とかになりますね。で、さっきちょっと言いましたけど、名前付きの定数が作れますと。名前付きの定数っていうのは、定数に対して名前を定義すると、変数定義に似たような感じですね。例えば、コンストという形で、コンストでキーワードを、書いて、で N と、定数の名前ですね、識別子定数の名前を書きますと。で後ろに型を書いて、イコールで、定数の場合は必ず値も一緒にリテラルで書きます。別にリテラルじゃなくてもいいんですけど、この N の値を書きますと。そうするとイント型の定数 N を定義して値は100ですという意味になります。で、次この1個下の型のない定数っていうのは、これは型推論が働くみたいなそういう話じゃなくてですね、定数には、型のない定数っていうのを定義できます。M には100が入ってるけど別にイント型ってわけではないみたいな、そういう感じの状態になります。あとは定数式の利用もできますと。であとまとめることもできますと。でこの型のない定数というのが非常に特殊なので、説明していくんですけど、型を持たない定数というものが定義できます。型を明示しない場合は定数は型を持たずに、代わりにデフォルトの型というのを持ちます。例えば100、1.5、i プラス 4i みたいな感じで書いてるやつですね。でデフォルトの型っていうのは何なのかっていうと、変数に代入される場合とか引数に渡された場合、なんか型がしっかり、決まってるような時に、基本的にはデフォルトの型として扱われますと。型推論ではデフォルトの型として推論されますと。で型が指定されている変数の代入も、その型になりますし、それは欠素可能な場合だけですけど、
変数や型のある定数との演算はそれらの型になります。キャストできない場合はコンパイレーラーになります。なのでデフォルトの型っていうのはあるんですけど、明示的に、指定してない場合は、その場のなんか雰囲気に合わせて変わってくれます。暗黙の型変換っていうのは基本、変数の場合は行わないんですけど、定数の場合だけ、吉名に変換されます。これはわざとやっていて、非常に定数がこうやって型を持たないということは重要で、型をもしあったらものすごくキャストをいっぱい書かないといけないですね。型の変換を書かないといけないですと。で定数が型を持ってないというのを実際に体感するにはこの下のコードを見てみるといいかもしれないです。1の後ろにめっちゃでかい1の後ろにめっちゃ長いゼロをいっぱい書いてですね、同じ数だけのゼロで割ってみますと。そうすると、答えは1ですね。明らかにこの1の後ろにビャーってなってるこれはですね、イントの範囲を超えてます。こっちも超えてます。だけど、イント64の範囲も超えてますね。だけど割り算すると1になるので、別に、精度を気にせず代入できますと。で、当然この値は、定数式を演算した結果なので1なんですけど、変数に入れる際にもう1になっているので別にこれ問題ないですという形で、ちゃんとプリント1って出ますと。Go の定数はこうやって精度を無限の精度になるので、無限って言っても限界あるんですけど、おおよそ無限の精度になるので、めちゃくちゃでかい値を扱ったりとかもできますが、定数から変数に代入したりとか型をキャストした場合なんかは、その型に、落ち着きますと。はい、そろそろちょっと時間が、来てしまったので、このデフォルトの型のところまで、にしようかなと思います。何か、あと数分しかないんですけど、何か質問がある方っていますか？いたら、そうですね、型のない定数っていうのは知らない人が多くてですね、実はゴーファー道場の初期のやつはですね、この型のない定数の話をですねやらなかったんですけど、参加者からぜひやってほしいという話があったので、追加した項目になります。